こちらゴール地点。一般車はいないぞ。いつでも OK だ。池谷、いつでも行けるぜ。よし。それじゃあカウントを始めるぞ。スタート10秒前。頼むぞ匠。圭介、特等席から今日のバトルを見物させてやるよ。急げ、もう始まるぞ。5秒前。4、3、2、1、ゴー。3人が先だ。けど匠だって触れてないぜ。来たぞ。シートベルトはつけておけよ。凌介が飛び出していったぞ。2台の後ろを追走する気だ。なんてこった。三つどもえのスーパーバトルになっちまうのか。いきなり群馬最速決定戦になっちまうのかよ。GTR のドライブちゃんと踏んでるな。俺を待ってるのか。ストレートでちぎったらもったいねえだろ。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだ。中里のやつ、アクセル緩めて86を待ってるぜ。その余裕が後半で命取りにならなきゃいいがな。来た。第一コーナー3台に繋がって突っ込んでくるぞ。すげえ、あんたの言った通りじゃねえか。誰や、先上がって。あんなオーバーアクションな狩り走りでこの俺についてこられるわけがねえぜ。こうして近くで見ているとまるで芸術だな。あのドリフトはほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。あれがどんなにすごいことかわかるか。奴は86という車を限界領域でまるで自分の手足のようにコントロールできるんだ。俺でもあそこまでは FC をコントロールできていない。感動的だ。それでもじりじりと中里に離される。このバトル勝てないのか。これだ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション。これこそバトルだ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこられる。なんか違う。車の感じ踏んでも車が乱れない。今までよりワンテンポ早く踏める。バイト行っている間に親父のやついじったのか。今朝の配達の時はこんな感じじゃなかった。そっか、出かけてたのはこのためだったのか。よくわかんねえけどこれはこれでいい感じだぜ。流れすぎないから思い切って踏んでいける。すげえ、信じられねえドリフト。
あそこを流しっぱなしで抜けるやつは初めて見たな。異常だぜ。よほどスピードが乗ってねえとできねえぜ、あんなこと。なんだよあれ。俺たちが考えているドリフトとは違うものだぜ。強烈。一度見たら忘れられねえ。ぶっ飛んだぜ。Initial D。 Initial D。 まだ86が3人に食いついてるぞ。匠のやつまだ3人についてってるらしいぞ。すげえ。妙義の中里、それにスーパースターの高橋涼介と肩を並べてバトルできちゃうんだからな。俺の親友ながらすごすぎるよ。かっこよすぎるぜ。高橋涼介って言っても、あいつの FC はバトルに参加してるってわけじゃないだろう。あくまで第三者の立ち会い人ってポジションだ。ああ、敵は中里だ。3人相手に不利なのは分かってる。でも匠なら勝つよな。はあ、絶対に勝つぜ。そうですよ先輩。じりじりと離されていくぜ。でかい口叩くだけあってうまいな、中里は。うまく荷重をかけてアンダーを殺しながら走ってる。 GTR のパワーを生かして走りだな。面白みはないけど無駄がない分隙がない。おい兄貴、のんきなこと言ってる場合じゃねえだろ。奴が負けちゃ元も子もないぜ。勝負はこれからだ。前半は比較的ストレートも長めで勾配も緩やか。86には不利な条件が多いからな。この辺りから勾配もきつくなる。ダウンヒルスペシャリストの本領発揮はこれからさ。こういった低速のヘアピンカーブは3人の得意分野だぜ。強力なブレーキできっちりスピードを落としてやれば。下りでフロントは嫌でも荷重が残るが、最大の泣きどころのプッシングアンダーは出にくい。そんな低いギアからの加速は他のどんな車よりも得意なんだよ。サーキットで最強のマシンは公道でも最強だぜ。リアサイドについているエンブレムは不敗神話の R だ。俺の R についてこれるか。なあ池谷、なんだよ。俺考えてみたんだけどさ、今まで匠のことアキナの下りを走る時だけ異常に速い特殊な走り屋だと思ってたけど、他の峠に行ったらどんな走りすんのかな。気にならないか。まあな、それは俺もすごく興味ある。でも今はこのバトルだ。勝ってくれよ匠。すげえ、目がついていかねえ。いよいよ本気出して切れ始めたようだな。イン側の溝にタイヤを引っ掛け始めた。これか。俺はこの技に負けたんだ。改めてこうして拝めるとは思ってなかったぜ。兄貴が喋らなくなった。その余裕がなくなったってことか。今まで何度も兄貴の横に乗ったけど、こんなドライブを見るのは初めてだ。兄貴が本気になった。
ついている。86が追いついてくる。バカな。そこまでやられちゃ86が10年前の車だという意識はこれで完全に吹っ飛んだ。一級品の戦闘力を持ったいいマシンじゃねえか。遠慮はしねえぞ。ゾクゾクするぐらい嬉しいぜ。こんな燃えるバトルはこの車に乗り換えてから初めてだ。ヘアピンみたいな低速コーナーの立ち上がりは32についていけない。86が突っ込みで食いついてもまた差が開く。中里もいい根性してるぜ。あのヘビーな32で猛然とダウンヒルを攻めてるんだからな。コーナーでは86が差を詰めている。100キロを超えるスピードで四輪ドリフトしながらガードレールをかすめるなんて。こればっかりは車の性能がどうのこうのって問題じゃねえ。あの野郎、頭のネジが 2,3 個吹っ飛んでやがる。一つミスしたら絶対死ぬ。あいつの速さの秘密が分かってきたぜ。パワーのない86じゃ一度失速したらスピードを回復するのに時間がかかる。だから無駄な減速は一切しない。あいつとバトルした時いくら逃げても背後霊のようにケツに張り付かれてしまう理由がようやく分かったぜ。どんどん長くなる。クソダメって弱い。ガードレールの間隔は中里で20センチから30センチ。どんなにうまい走り屋でも普通そんなもんだ。なのにあの86はバンパーをガードレールに擦りつけるようにして最短距離を抜けていく。桁違いだぜ。なんであんな正確なドリフトコントロールができるんだよ。ABS を効かせながらこっちにステアリング操作を続けてきたからな。フロントタイヤにかかる負担が考えていたよりはるかにでかい。き
来やがったぜ。この先の5連続ヘアピン。お前があの86に抜かれたところ、あそこがキーポイントになる。32対86のバトルがこんないい勝負になるとはな。まさに限界バトルだ。勝つのはどっちだ。こちら5連ヘアピン、スキル音が聞こえるぞ。信じらんねえ。あの中里が苦戦している。どうなってんだ。出た86のブレーキングドリフト。すんげえ。FC だ。高橋涼介。この5連続ヘアピンで高橋圭介が抜かれるのを俺は見ていたからな。あの86は路肩の水を使ったコーナリングをするんだ。またインを開けない。内側に飛び込ませないつもりだ。中里め、さあどうする。86。何？外からだと？危ねえ。突っ込んでくるぞ。なめてんじゃねえぞ。外から行かすかよ。さすが3人、立ち上がりの鋭さは半端じゃないな。それより86だよ。あんなに狭いところを流しっぱなしで抜けていくなんて。あと3つでこのバトルの勝負が決まる。また外から行った。ムカつくぜ。外側にうろちょろ出られちゃ目障りでたまんねえや。32の挙動がかなり怪しい。中里め、集中力をなくしてるな。目を離すなよ圭介。86が抜きに行くぞ。抜きに行くったって、あんだけインを締められてちゃどうやって。匠が抜きに行ってる。本当かよ。よっしゃ、行け匠。屈辱だぜ。大勢ギャラリーが出てる前でいいように外からつっつかれちゃな。無理にインに突こうとするから不自然なラインになって突っ込みが甘くなるんだ。そうだ、車一台がギリギリ入れない程度に寄せるだけでいいはず。それならもっと進入スピードを上げられる。
よし、インには来ねえな。86が消えた。まさか。しまった。肝心なところでアンダウン。外に行くと見せかけておいてブレーキングしながらラインを変えやがった。86ってのはあんなことができる車なのか。だけどこれで勝ったと思うなよ。このまま並んで立ち上がれば二足全開の加速で俺は前に出られるんだ。3人の底力を見せつけてやるぜ。